今回の旅行トロント編って書いてあると思うんですけど、ホテルをモントリオールに取ってるので、カルガリーの空港を経由してまずモントリオールに向かいます。出発地点のビクトリア空港の様子全然撮ってなかったんですけど、これはもうカルガリーからモントリオールに向かう便に乗ってます。ビクトリアからカルガリーが約1時間半、カルガリーからモントリオールが4時間ぐらいかかりました。交通手段全然調べてなかったんですけど、どうやらここでバスチケットが買えるみたいなので、ここでチケット買ってダウンタウンに向かいます。ホテルは予約サイトを見て一番ぐらいに安いところを選んだんですけど、かなり綺麗でした。 Thank you。 ホテル着きました。今の時刻は7時過ぎたぐらいかな。お疲れた。今日は朝4時過ぎに起きて5時に家を出て、ホストマザーがねエアポートまで送ってくれて、でそこから飛行機2本も乗り継いでやっとモントリオールまで着きました。もうめちゃくちゃ時間かかった。朝からほとんど何も食べてないんで超お腹ペコペコで、私空腹でバス乗ると酔っちゃうんで、めっちゃ酔って気持ち悪いですね。ちょっとなんですけど、私今日が誕生日なので今夜はバースデーディナーなんですよね。一人ですけど、どこに行こうかなみたいな。モントリオールに来るってことだけ決めて、でノープランなんですよ。今から調べて夜ご飯食べに行きたいと思います。というわけでディナーのお店来ました。ちょっと良いめのお店に来ちゃいました。おしゃれなお寿司屋さんですね。モントリオール来といていきなり寿司かよって思うかもしれないんですけど、誕生日ぐらい好きなものを食べたいなっていうことでお寿司にしました。でこれはマグロのたたきですね。カナダってお寿司屋さんめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、美味しいところって本当にないんですよ。なのでここも正直全然期待してなかったんですけど、まさかの絶品でしたね。いわゆる和の感じのテイストとはまたちょっと違うんですけど、いい感じに洋と和のなんかいいとこ取りっていうか、和とフレンチなのかなのミックスみたいな感じの味付けですごい美味しかったです。これ撮影許可取るときに YouTube やってるって言ったので、お姉さんが挨拶してくれました。こういうフレンドリーさが海外のいいところですよね。そしてついに大本命のお寿司。見てください。めっちゃ美味しそう。本命のお寿司もしっかり美味しかったですね。ご飯の炊き加減とかもちょうど良かったし、お酢も赤酢使ってて結構本格的だなって思いました。お刺身も多分昆布締めしてあるのかなみたいな、ちょっとねっとり系の感じで一個一個味が濃くて美味しかったです。This one, yogurt. Do yogurt? Do you enjoy your experience so far? Yeah, it's super hot and humid in Japan right now. Actually, this also was. Yeah, much hotter than here. This is my first day of travel. そう今回の旅行の予定話してなかったと思うんですけど、ここが初日じゃないですか今。で、次の日からトロントに2日間ツアーに参加する予定なんですね。それが今回のトロント編なんですけど、その後モントリオールにまた戻ってきて、モントリオールとケベックシティっていう街を観光してカルガリーに移動して、最後そこで3日間かな過ごすみたいな予定になってます。
Oh yeah. Happy birthday. さっき雑談してた時に、実は今日誕生日でここ来たんだけど、お寿司も美味しかったし素敵なバースデーディナーになったよって話をしてたんですよ。でそしたら誕生日っていうことでワイン1杯とさっき頼んでたデザートもサービスしてくれました。デザート無料でくれました。23歳を祝して。Good. We like. うん。 Perfect. ごちそうさまでした。ディナー終わりました。結構ゆっくりしてなんだかんだもう10時近くなってます。明日はナイアガラの滝を見にツアーに参加する予定で、早朝からスタートなので、この後はホテル戻ってお風呂入ってもう寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。2日目です。昨日の夜全然結局寝れなくって、なんだかんだ2時手前ぐらいまで多分起きてましたね。だからめちゃくちゃ眠いんですけど、今6時半ぐらいですかね。今日はツアーに参加するんで集合場所に向かってます。なんかすっごい人だかりができてる。よくわかんないけど多分この人たちなんでついていきます。Je suis responsable pour le numéro 5. Je sais pas. I'm Shion. Yeah? Okay, just... Hi, my name is Elena, and we have a first room for Tao Castle, like the historical. ということでクルーズが始まりました。まずサウザンドアイランズって何ぞやってことだと思うんですけど、これはオンタリオ湖の端からローレンス川にかけて結構広範囲に広がってて、1800以上の島からなる諸島のことらしいです。島の大きさは大小いろいろあって100平方キロメートル以上とかいう結構大きめのものから、一軒家がギリ立つか立たないかぐらいの結構小さい島までいろいろありました。でこの島の間をアメリカとカナダの国境が通ってるんですね。アメリカ側の島はニューヨーク州に、カナダ側の島はオンタリオ州に属してるらしいです。でここですね、綺麗なお城が見えてきました。このお城はボルト城って言って結構代表的な名所らしくって、でそれこそニューヨーク州に属してるんですね。5月中旬から10月中旬ぐらいまで立ち入れて中見学できるみたいです。でこのお城が建ってる島がハートアイランドっていう風に呼ばれてるらしいんですね。ハート型なのかなと思って Google マップ見てみたんですけど、どう思いますか？私にはギリハート型には見えなかったんですけど、一応ハート型ってことになってるらしいです。So we're there. So here. というわけで結構有名らしい水族館に来ました。でいきなり見たことない海洋生物たちがお出迎えしてくれました。この魚はずっと口開けてるんで口乾かないのかなと思ったんですけど、海の中なんで乾かないですね。カニの捕食シーンを初めて見たり、動かない魚たちを見物したりできました。でちゃんと可愛らしいニモの世界観も味わいました。できました。ここが一番目玉のエリアらしいです。
池袋のサンシャイン水族館だっけにあるようなドーム型の水槽の下をくぐることができます。でこんな感じでサメとかウミガメとか間近で見ることができて結構大迫力でした。個人的ハイライトはシードラゴンですね。初めて見たんですけど、名前とは裏腹にこの水流に身を任せて生きてる感じが好きでした。やばい、水族館でゆっくりしすぎて今みんな CN タワーに集まってるらしいです。曇ってたんであんまり鮮明には見えなかったんですけど、トロントの街を一望しました。でここから自由時間だったんですけど、この辺り特に何もないんですね。でレストラン入るには時間短かったし、買おうとしたこのフローズンのドリンクは売り切れだったんで、かき氷だけ買ってその辺に座って食べました。不抢他妈逼的，又他妈4分钟。对啊，所以你说那个蛮挺意思的。というわけでホテルに着いてディナーを食べて、明日も朝早いので喧嘩を横目に部屋に戻って寝ました。はい、3日目です。今日は皆さんお待ちかねのナイアガラの滝に行きます。ちょっと雨が降ってるんで天候だけ心配なんですけど、初めて行くのですごい楽しみです。というわけでナイアガラの滝のすぐ横にあるタワーに来ました。ここからナイアガラの滝を一望できるはずなんですけど、悪天候でほとんど見えませんでしたね。でこの展望台、窓じゃなくてこう網網になってるだけなんで、滝の霧がこっちまですごい来るんですよね。で結構もうすでに湿りながら見てました。でこの通りはなんか USJ みたいな雰囲気ですごい建物がいろいろ豪華な感じで楽しそうでした。もし時間あったらこの辺り散策してみても楽しいんじゃないかなと思います。というわけでいよいよナイアガラクルーズです。これはクルーズ船に乗ってナイアガラのふもとのとこまですごい接近できるっていうことでめちゃくちゃ楽しみです。クルーズ船乗り込みました。すでにもう滝が目の前にあって大迫力ですね。でちなみになんですけど、このナイアガラの滝もカナダとアメリカの国境にあるんですね。で私たちが乗ったのはカナダ側からの乗り口なんですけど、反対側の向こう岸はアメリカになってます。アメリカの方の岸にもクルーズ船乗り場があって、アメリカ人はそっちから乗ってくるっていう感じになってます。でナイアガラの滝なんですけど、厳密にはアメリカ滝、ブライダルベール滝、カナダ滝の3種類に分けられるらしいです。来ました。これが一番大きくて水量も多いカナダ滝です。で近づくにつれてどんどん風と水しぶき、あと波も荒くなっていって、旧約聖書のノアの箱舟に乗ってるような気持ちになりました。このとてつもなく大きい滝を目の前にしたら、この世の終わりが来る時ってこんな感じなのかなとか考えさせられましたね。全身びちょびちょです。なんか途中からリアルな雨も降ってきて、ナイアガラの滝の水しぶきとザーザーの雨とで
統一でした。お昼はツアーのみんなで中華ビュッフェに行きました。ここ結構豪華で全部美味しかったですね。同じテーブルになった他のツアー参加者の人と初めて喋ることができました。帰りのバスでもやっぱりドライバーさんは歌ってたんですけど、驚きなのがツアーガイドさんがめちゃくちゃ歌うまかったんですよね。最後にお別れの歌っていうことで、なんか中国語の歌かな、歌ってくれました。というわけでモントリオールに戻ってきました。可愛いイタリアンのお店を見つけたので夜ご飯に立ち入ってみたんですけど、パスタはいまいちでした。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録してくれると嬉しいです。次回のモントリオール編もお楽しみに。